夫の誕生日前日、夫は楽しんできたのか、お酒の匂いをプンプンと匂わせながら帰宅した。かなり泥酔しているようだった。夫は可愛いリボンがついた包装紙に包まれたプレゼントを大事そうに抱えている。そのプレゼント、何？なんでもいいだろ。どけよ。そう言い、私の肩にわざとバンとぶつかってきて、その勢いで手からプレゼントが落ちる。しかし、夫は落ちたことにすら気づいていないようで、そのプレゼントを玄関に置き捨てたまま、2階に上がった。怪しい。とっさにそう思った私は、包装紙をきれいに開ける。中身は、夫には似合わなそうな派手な柄がプリントされたネクタイだった。ネクタイを取り出した時に、1枚のメモが落ちてきた。何これ。そこには、年を、お誕生日おめでとう。私の誕生日は婚姻届をプレゼントしてね。と、書かれていたのだ。夫の浮気相手からのプレゼントだった。悔しくて涙が溢れ、唇をぐっと噛みしめた。私は、そのプレゼントをあえて、机の上に置いて、その日は就寝した。朝はいつも通り起きて、朝ごはんの支度をしていると、夫も起床したようで、1階のリビングに降りてきた。おはよう。それとお誕生日おめでとう。そう言うと、夫は、だけいい。机の前に座ると、やっと、プレゼントの存在に気づいたようだ。すると、ビリビリっと乱雑に包装用紙を破り、中身を確認した。なんだこれ。ダサいネクタイだな。派手すぎるだろ。お前はセンスが悪いんだよ。いらねえよ、こんなもん。と言い、浮気相手からのプレゼントを窓から投げ捨てたのだ。投げ捨てられたプレゼントを窓から見下ろす。気持ち悪いな。まるでセンスのないプレゼントなんか用意して、俺が喜ぶとでも思ったのか。そもそもお前なんかに誕生日を祝われてもちっとも嬉しくないんだよ。と、夫は次々にひどい言葉を私に吐き捨てた。だが、私がそんな言葉に落ち込むことはない。あんなダサいプレゼントを私は選んでいないからだ。あら、私があなたをお祝いするわけないでしょ。あのプレゼントはあなたの浮気相手からだったのに。かわいそう。と、にっこり微笑んだ。お前、なんでと、動揺し、金魚のように口をパクパクさせている。すると、夫の誕生日をお祝いしようと、クラッカーを持って、奥の部屋でスタンバイしていた義母が、ひょっこりと顔を出し、夫の本性と浮気していることを知り、目を見開き、驚いている。年を、あなた。母さん、なんでここに、今の、聞いていたのか。事態は、思わぬ方向に進んでいくのだった。私の名前は田村奈々子。食品メーカーに勤務する会社員だ。5年前、取引先の営業をしていた夫の敏夫と結婚した。今は夫と愛犬の頃と3人で暮らしている。結婚した際に、夫と共働きして働くか、専業主婦になるかのやりとりをしたことがある。ねえ、敏夫、私、結婚してからも仕事を続けたいのだけど、いいかな？もちろんだよ。女は家のことをするなんて決まりはもうないんだし。奈々子が続けたいなら、続けていいよ。ありがとう。それと、私も仕事をするし、家事も分担でいいかな？ああ、仕事も家事も2人で協力しながらやっていこう。幸せになろうな。と、言ってくれた。私は、夫のその言葉がとても嬉しかった。しかし、結婚生活を送るにあたって、少しだけ不安なことがあった。それは、
私が片付けや料理があまりできないこと。実は私は高校生の頃に両親を交通事故で亡くしている。両親を亡くしてからは大学に行き、アルバイトをして生計を立てられるまでは独身だった叔父の家で暮らしていた。叔父は料理や掃除はめっきりだった。そんな家でずっと過ごしていた私も料理や掃除は得意ではない。どちらかというと大雑把と言われる性格だ。結婚して一緒に住むとなると、そんな私に夫は愛想を尽かしてしまわないか心配だった。でもいざ結婚してみれば、夫もどちらかというと大雑把な性格で私と似たところがあった。二人で仕事も家事も協力をしながら、なんとか仲良く結婚生活を過ごしていた。しかし一緒に住むようになって1年ほどが経った頃、夫は本性を現し始める。くっそ、なんなんだよ。怒声とともにバンと大きな音が家中に響き渡った。何？どうしたの？びっくりした私は夫の方に駆け寄った。するとそこには穴が開いた壁が。夫が怒りのままに思いっきり壁を蹴ったのだ。上司がムカつくんだよ。俺のこと舐めやがって。ふーっと今にも蒸発しそうに顔を真っ赤にしながらブチ切れている夫。そっか。とにかく落ち着いてね。怒り狂う夫に恐怖を覚えながらも夫をなだめる。夫がこんなに怒ると手がつけられない人だとは知らなかったので、少し怖いなと思った。ある日、新年の挨拶のため私たちは義実家を訪れていた。明けましておめでとう。二人とも元気にしてた？明けましておめでとうございます。はい。元気に過ごしてます。お母さんもお元気ですか？ええ、この通りよ。と、スクワットをしてみせる義母。義母はパワフルだ。仕事終わりに一人でキックボクシングに通っているらしい。通い始めた理由は、痴漢された時に、そいつを撃退してやりたいから、だとかなんとか。私がそんな義母を見てクスクスと笑っていると、遅れて夫も義実家に入ってきた。すると、どうしようと、義母はアメリカ人ばりに夫にハグをする。義母は一人息子の夫のことをとても可愛がっており、久しぶりに会うといつもこの調子だ。おう、母さん、明けおめ。夫もまんざらでもなさそう。義母は過去に義父の不倫が原因で離婚している。そのためシングルマザーで夫を女手一つで育てた。そんな義母はシングルマザーだからと女だからと世間に馬鹿にされたくないと必死に働いていたそうで、今でもバリバリ現役のキャリアウーマンだ。3人で食卓を囲み、義母が用意してくれたおせちを食べていると、ちょっとナナコ、あんたエビの食べ方汚い。女の子なんだからもう少しお上品に食べなさいと注意された。ごめんなさい。私は義母に怒られ、慌てておしぼりで手を拭く。その後も、あんたお箸の持ち方も下手くそだね。お箸の持ち方は意外と周りに見られているんだから気をつけなさい。格好悪い。とまた怒られる。ごめんなさい。とっさに持ち方を変えてみせたが、うまくつかめない。義母は、はぁ、と、わざとらしくため息をついた。義母は私の世間知らずさ、大雑把さが気に入らないようだった。この時、私は気づいていなかったが、義母は私のことを心配して、こんな態度をとってくれていたのだろう。それに気づくのは、もっと先の話。長かったお正月もあっという間に過ぎ去り、また仕事に明け暮れる日々が始まった。その日は、
年末年始に溜まっていた仕事が山積みだったので、夫に遅くなるとメッセージを送り、2時間ほど残業をし、うちには21時過ぎに帰宅した。家に着くと、リビングから夫と女の人の話し声がした。誰かいる？私が恐る恐るリビングのドアを開けると、そこには義母の姿が。おう、七子、おかえり。お母さん、どうしたんですか？としおから七子が遅くなるって連絡が来たから、ご飯を作っておいたのよ。と、見ると、テーブルの上には、たくさんの手料理が並んでいた。ありがとうございます。いっぱい食べな。その日は、義母の手料理を3人で食べて、たわいもない話で盛り上がった。疲れた体に、温かい味噌汁が体に染みた。その日からだろうか、義母が頻繁に私たちの家にやってくるようになった。義母は、どちらかというと、口が悪い方だ。私のことを、七子と呼び捨てし、おいとか、〇〇しろとよく言われる。義母は私を指導してくれているつもりなんだろうが、言い方がきつい義母がだんだん恐ろしくなった。またこんなに散らかして、ちゃんと掃除をしろ。私が会社に行く前に脱ぎ捨てた洋服を見て叱る義母。少しだけマグカップに残るコーヒーにすらもったいないと文句を言ってくる。私の家の床が傷ついていることや壁紙がめくれてしまっているところにも、なんでこんな傷がつくんだと、傷がついた理由も聞かずに一方的に責められて、七子は物を雑に扱いすぎなんだよ。と、よく怒られていた。ごめんなさい。としおは物を大切にするいい子なのに。あんたもとしおを少しは見習ったら？そう言い、ふんと鼻を鳴らした。義実家はよく手入れをされ、使い込まれた道具が並んでいる。着なくなった洋服はバッグにリメイクされていたり、雑巾になっていたり、義母自身物を大切にする性格なので、そんなところを尊敬はしているが、いざ自分が同じことをしろと言われると、少し重荷に感じてしまう。そんな義母と私のやりとりを見ていた夫は、本当に、七子って適当だよなと、露骨に嫌な顔した。義母が私を注意するたびに、夫の私に対する態度がきつくなる。二人から責められている気分になり、私は落ち込んでしまう。夫は偉そうに、母さんの言う通り、俺だったらそんな扱いをしないぞと、義母の前では調子のいいことを言っているが、実際はコーヒーをいつも残しているのも夫だし、機嫌が悪かったり、怒り出すとすぐに物に当たる性格なのも夫だ。いつも家中の物に当たられて困っているのは私の方なのだ。だが、夫は義母の前ではずっといい子ちゃんを演じているので、義母はそんな夫の本性に全く気づいていない。私が一度だけ夫に、もう毎日お母さんに説教されるのはしんどいの。どうにか、年男の方からやめるように言ってくれない？と相談したのだが、無条件に義母を信じている夫は、母さんが七子に説教するのは、七子が間違えてるからだよ。それに母さんは嫌がらせをしてるんじゃない。全部七子のために言ってるんだよ。と言われてしまう。そうなのかな。と頭を悩ませた。夫は義母に任せておけば気に入らない私をギャフンと言わせてくれると思っているのだろうか。最近の私はそんな風に思ってしまう。私の考えがひねくれているのだろうか。結局何も解決しないまま
数ヶ月が経った頃、夫が何やら怪しい行動を取り始めた。ある日、後輩が酔っ払っちゃって一人で帰れないみたいだから家まで送っていく。遅くなる。と連絡が来た。わかったわ。気をつけてね。後輩ちゃん、お大事に。と返事をした。その日は特に夫のことを疑うことはなかった。営業職の夫はよく飲み会にも行くし、飲み方も派手だった。なので、また敏夫がたくさん飲ませたのかな。もう、くらいにしか思ってなかったのだが、この日を境に、夫の帰りは遅くなった。仕事が片付いてないから遅くなる。今日は飲み会で遅くなる。毎日こんなことばかり。休日になると、取引先との接待だから今日帰らない。とか、ゴルフ行ってくる。とか、何かと理由をつけて、休日もほとんど家にいない。これはさすがの義母も。敏夫、今日も遅いって？なんかあったの？七子、知らない？と、不思議がっていたが、私にも理由はわからなかった。私にもわからないんです。最近飲み会が多いみたいで。そう、あいつ飲み歩いてんのか。本当に男ってみんなそうだね。と、呆れていた。こんな日々が続くと、浮気の二文字が脳裏をよぎる。ある日のこと、今日は夫が仕事から帰ってくるのが早かった。珍しく定時に帰宅してくれたことが嬉しくて、私もテンションが上がっていた。おかえり、今日は早かったのね。笑顔で夫に話しかけたのだが、夫はどうやら機嫌が悪いらしい。私のおかえりも完全に無視して、カバンをソファーに投げ捨てて、スーツの上着を床に叩きつける。始まった。機嫌が悪かったり怒り出すといつもこうだ。また物に当たり始める。どうしたの？何かあった？俺、仕事辞めたから。え？夫の衝撃的な発言に私は唖然とする。上司と言い合いになったんだよ。あんな奴の下でなんか働きたくない。嘘でしょ？本気？そんな嘘つかねえよ。でも、家賃は？光熱費は？次の仕事は決まってるの？私は不安なことばかりで、夫に質問攻めする。それが気に入らなかったのか、ちっと舌打ちをし。なあ、うるせえな。お前も働いてるだろ。家賃も光熱費もとりあえず払っといてくれよ。それに転職先をすぐ見つけるから。とにかく今日はイライラしてるから話しかけてくるなよ。バンと扉を閉めて2階に上がってしまった。突然のことに私は頭が追いつかなかった。するとどん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 と階段を駆け下りる音が聞こえた。また夫が2階から降りてきたのだ。ああ、そうだ。七子、会社辞めたこと絶対に母さんには言うなよ。と慌てて私に言った。私も夫が言わない限りわざわざ言うつもりはなかったが、わかったと答えた。こうして結局夫は突然仕事を辞めてしまったのだ。その後も何度か義母がうちにやってきた。あれ、敏夫、あなたなんでこんな時間にいるの？ああ、今日は有給なんだよ。とごまかしていた。義母もまさか優秀な息子が仕事を辞めたとは夢にも思っていないようで、全く気づいていなかった。夫は退職しても私に家事を任せっぱなしで、自分では家事をしようともしない。ちょっと洗い物手伝ってよ。洗い物なんて男がするもんじゃないだろ。お前がやれ。と、こんな感じ。
結婚した当初は一緒に協力しようって言ったじゃない。お昼間は毎日のようにダラダラ過ごし、19時になると決まって家を出ていく。義母が家に来る日には怪しまれないように、定時の時間くらいか、飲み会終わりくらいの時間を考えて帰宅し、それまでは家を出て、どこかで時間を潰している。仕事もしてないくせに、何をしてるんだか。だが、イライラしていられない。今日は夫の誕生日前日なのだから、最近の不穏な夫婦関係を修復するためにも、今日は気合を入れてご飯を作るぞ。腕まくりをして、せっせと誕生日ディナーを用意し始めた。誕生日当日は、義母が家に来ると言っていたので、二人きりでお祝いできるのは今日しかない、と思い、張り切っていた。プレゼントも用意してご飯も作り、よし、完璧、と思っていた。しかし、20時を過ぎても、無職の夫は帰宅しない。遅いなぁ。痺れを切らした私は夫に、いつ帰るのとメッセージを送った。すると、プルルルルルっとスマホが鳴った。画面を見ると、年男の文字が。夫だった。もしかしてまた飲み会？不安になりながら電話に出る。もしもし？もしもーし、奥さんですか？え？嫌な予感がする。血の気がさっと引いていく。いつ帰るのって送りましたよね。私今、としおさんと誕生日デートしてるので、邪魔しないでもらっていいですか？と、女の人の声がした。デート？なんであなたが主人の携帯を？としおさんが席を外したので、としおさんの携帯を見てたら、奥さんからメッセージが来てたから、電話かけちゃいました。人のことを小馬鹿にしたように、そう話すその女が、としおの浮気相手だと知った。ブルブルと震える手を必死に押さえながら、平静を装う。何の用ですか？としおさんと離婚してください。としおさんが愛してるのは私なんです。あなたが離婚してくれないと、私と一緒に住めないんですけど。あなた、何を言ってるか分かってるんですか？へえ、もちろんです。としおさんに聞きましたよ。毎日ひどいことばっかり言ってるみたいじゃないですか。あなたなんかと一緒にいるより、可愛くて優しい私といた方が、としおさんは幸せなんです。どうやら話を聞くと、としおが私のことを、あることないことをぐちぐちと、この女に話しているらしい。また、この女はどうやら自分に自信を持っているようで、かなり高圧的な態度だった。とにかく、としおともまだ話せてないし、一度主人と話をしてから、連絡させてください。また連絡するので、お名前と電話番号を教えてくれませんか？名前は鈴木美沙よ。電話番号は090の。あっさりと電話番号とフルネームを名乗ってきたので、私はメモを取り、電話を切った。私は意気消沈し、さっきまで頑張って作っていた料理を一人でがむしゃらに食べた。ゴミ箱に捨ててやろうかと思ったが、こんな時に限って義母のもったいないという言葉が頭に流れて捨てられない。用意していたプレゼントはメルカリですぐ出品した。人は辛いことがあると一瞬冷静になるのかな。涙を流すこともなく、淡々と用意していたものたちを片付ける。だが、しばらく時間が経つと、思い詰めてしまい、ボロボロと涙が流れた。浮気しているのかなと疑っていたけど、それが現実なのだと知ると、やはり辛くて仕方がない。夫の誕生日を盛大にお祝いしたくて、張り切っていたのに、夫は浮気相手とデート中。私が準備したものなんて、すべて無駄だったのだ。0時を回り、深夜2時。ガチャッと
玄関のドアが開く音がした。夫が帰ってきたのだろう。ずいぶん楽しんだのね。悔しい。ふらふらーっとしながらリビングに入ってきた夫。お酒の匂いをプンプンと匂わせている。かなり泥酔しているようだった。夫は可愛いリボンがついた包装紙に包まれたプレゼントを大事そうに抱えていた。うわ、まだ起きてたのかよ。遅かったね。ところでそのプレゼント、何？なんでもいいだろ。どけよ。そう言い、私の肩にわざとバンとぶつかってきて、その勢いで手からプレゼントが落ちる。しかし、夫は落ちたことにすら気づいていないようで、そのプレゼントを玄関に置き捨てたまま、2階に上がった。リビングに取り残された私は、床に落ちたプレゼントを手に取り、包装紙をきれいに開ける。中身は、夫に似合わなそうな派手な柄がプリントされたネクタイだった。ネクタイを取り出したときに、一枚のメモが落ちてくる。何これ。そこには、としお、お誕生日おめでとう。私の誕生日は婚姻届をプレゼントしてね。と、書かれていたのだ。夫の浮気相手からのプレゼントだった。もう、呆れて声も出ない。私は、そのプレゼントをあえて、机の上に置いて、その日は就寝した。翌日、夫の誕生日当日、いつも通り起きて、朝ごはんの支度をしていると、夫も起床したようで、1階のリビングに降りてきた。まだ、机の上に置かれたプレゼントには、気づいていないようだ。おはよう。それと、お誕生日おめでとう。そう言うと夫は、ああ、だけいい。机の前に座る。すると、やっとプレゼントの存在に気づいたようだ。無言でビリビリと乱雑に包装用紙を破り、中身を確認する夫。なんだこれ。ダサいネクタイだな。派手すぎるだろ。お前はセンス悪いんだよ。いらねえよ、こんなもん。と言い、浮気相手からのプレゼントを迷わず、窓から投げ捨てたのだ。ああ。投げ捨てられたプレゼントを窓から見下ろす。気持ち悪いな。まるでセンスのないプレゼントなんか用意して、俺が喜ぶとでも思ったのか。そもそもお前なんかに誕生日を言われても、ちっとも嬉しくないんだよ。と、夫は次々にひどい言葉を私に吐き捨てた。そんな中、玄関のドアが開く音がした。義母だった。家にやってきた義母は、夫がプレゼントの包みを捨てている場面を目撃する。としよ、誕生日おめでとう。って、あれ、どうしたのよ、それ。母さん、ありがとう。ああ、ナナコが誕生日プレゼントとか言ってネクタイをくれたんだけど、それがもう本当にダサくてさ、こいつ本当にセンスないんだよ。あ、母さんにも見せればよかったわ。それでそのプレゼントは？あまりにもひどいもんだから捨てたよ。そう言い、夫は、はははっと笑った。なんですって？あなたプレゼントを捨てたの？せっかくナナコが選んでくれたというのに、なんてひどいことをするのよ。お前は本当に最低だ。顔を真っ赤にし怒る義母。まさか、義母がこんなに怒るとは。あんなにも息子が大好きな義母だったので、ここまで怒ると思っていなかった私は、少し驚いた。母さん、どうしたんだよ。そんなに怒って。義母にここまで怒られたことはなかったのだろう。おどおどし始めた。物を粗末にするなと、小さい頃からあんなに言ってきただろ。それなのに。私は、義母が味方になった今がチャンスだ。と、今までのことを暴露することに。敏夫さんは今までもずっと、物を大切になんてしたことありませんよ。どういうこと？そこの床、傷がついてますよね。ええ、
でもこれはあなたが掃除機か何かをガンガンと動かしたからじゃないの？勘違いも甚だしい。私がいつそんなことを言ったと疑問に思いながらも真実を伝える。違いますよ。敏夫さんが怒って帰ってきた時に床に服や物を投げつけるんです。敏夫さんは物によく当たる性格で、今までも物を粗末に扱うことが多かったんです。そんな、お前、嘘つくなよ！大慌てで否定する夫。あ、それと、敏夫さんがさっき、ダサいダサいと言って窓から投げ捨てたプレゼントは、鈴木美沙さんからのプレゼントだよ。夫を見てそう言うと、夫は、みるみる顔が真っ青になる。お前、なんで、美沙が、面白いくらいに大パニックの夫。義母は聞いたことのない名前に、頭の上に、ハテナがたくさん浮かんでいるようだった。あ、お母さんはミサさんをご存じないですか？敏夫さんの浮気相手です。そう言うと、義母は手に持っていたスマホをごとっと落とした。あまりの衝撃に力が抜けてしまったようだ。いくらセンスの悪い私でも、あんな柄のネクタイ選ばないわよ。夫は言葉を詰まらせた。まあ、前から敏夫さんが浮気してるんじゃないかって思ってたんです。仕事もしてないくせに、毎日帰りは遅いし、土日も家にいないし。私は、夫のもう一つの秘密。無職であることも暴露した。敏夫、お前、仕事もしてないのか？いや、それは、上司にイライラして辞めちゃったんですって。その時も、壁を殴ったり、ソファーにカバンを投げ捨ててたなぁ。仕事を辞めてもう半月になりますが、まだ転職先も見つけず、浮気相手とデート三昧みたいです。私が呆れたようにそう言うと、義母は突然、夫の方に歩み寄り、強烈なキックを食らわせた。キックボクシングを習っている義母のキックは、相当効いたようで、しばらくしゃがみ込み、立ち上がれない夫。このバカ息子が！義母がそう言い、怒号を浴びせた。母さん！涙目になりながら、義母は夫を見つめる。私は、義母は嫁いびりをするものの、真面目な性格をしていて、もったいない精神が豊富で、物を大事にする人で、浮気や無職だなんてとんでもない、と言ってくれる人だと知っていた。私は義母に全てを暴露すれば、義母が夫に幻滅すると踏んでいたのだ。私の予想以上に義母への効果は抜群で、義母は夫のことを責め始める。仕事もせずに、七子に家事を押し付けて自分はのんきにデートか？イライラすると物に当たって、こんなにも壁も床も家具も傷つけて。怒りのあまり、義母は手がブルブルと震えているようだ。母さん、違うんだ。これは全部、七子の嘘で。嘘？これを見ても、嘘って言える？それは、ペットカメラの映像だ。愛犬のコロが、いたずらをしているかを見るために取り付けていたのだが、これが役立つ日が来るとは。ペットカメラには、夫が壁や床を殴ったり、物を投げつけたりする様子が映っていた。あ、浮気の証拠もあるわよ。そう言い、ミサがプレゼントに忍ばせていたメモを二人に見せた。これに夫は、もう、グーの音も出ない。これでも私が、嘘ついてる？悪かった。俺が悪かったよ。夫はそう言い、頭を下げた。話を聞くと、後輩が酔っ払って帰れないと連絡が来たあの日、酔っ払っていた後輩というのがミサだった。そして二人は酔った勢いで男女の関係を持ってしまい、それから交際に発展したそうで、今も付き合っているのだとか。仕事を辞めた日、上司にこっぴどく怒られたのも、社内で不倫していたことがバレて、説教されたそうだが、俺のプライベートに口出すなと上司に逆上し、
怒った勢いで仕事を辞めたのだとか。本当に信じられないほどのバカっぷり。こんな奴が自分の夫だなんて信じたくもない。それを見ていた義母は愕然としていた。そして、今まで、本当にごめんなさい。と、私に頭を下げた。あなたが幼い頃、両親を亡くしたって聞いてたから、すごく心配してたの。あなたのお母さん代わりになれたらって。必要に注意したり、説教したり。本当にごめんなさい。年男の不倫のことも、私も不倫されて離婚した身だから、あなたがどれだけ嫌な思いをしたかも身に染みてわかるわ。本当にごめんなさい。深々と頭を下げる義母。こんなにも丁寧な言葉を話す義母を見たのは初めてだった。私は勝手に嫁いびりをされていると感じていたが、義母はただ心配してくれていただけだったのだ。まあ、少しわかりづらいけど。おい、年よ。七子にきちんと言いかって、慰謝料払えよ。わかったな。鬼の形相で夫を睨みつけた。義母の怖い顔を見て、ひーっと震え上がり、夫は、はいと、声が裏返りながらも、元気に返事をした。後日、義母が、こんなことしかできないけど、と、義母が義父と離婚した際にお世話になった弁護士を紹介してくれた。その弁護士を通じて、私と夫は離婚調停をすることになった。夫は義母によって義実家に連れて帰られることとなり、今は私が一人でかつての家に住んでいる。数日後、夫から一本の電話が入った。最初こそ無視をしていたのだが、あまりにもしつこいので仕方なく出ることに。何？しつこいな。七子、そんな言い方するなよ。俺が悪かった。だから、お願いだ。許してくれ。は？今さら何？お前の弁護士から慰謝料の請求が来たんだよ。150万だぞ。俺は仕事も辞めて金がないんだ。そう泣きついてくる夫。私は、はぁーと、ため息をつき。不倫して、モラハラ発言ばかりして、物もたくさん壊してきて、許せですって。頭おかしいんじゃないの？ 150 万で済んだだけ、マシだと思うけど。いや、無理だよ。俺には、そんな金。勝手に仕事を辞めたのも、不倫相手にお金を使い果たしたのもあんたでしょ？これ以上しつこく連絡してきたら、警察呼ぶわよ。と言うと、夫は黙り込んだ。そして私は、ブチッと、電話を切った。夫からの連絡がやっと止まったかと思うと、次は浮気相手から連絡が来る。一度連絡先を聞いていたので、クソ女と登録していた。もしもし？このクソ女！あ、向こうも私のことをクソ女って呼んでたんだ。気が合うな。何の用ですか？あんた、慰謝料請求したんですって。そんなお金ないわよ。払えないわ。逆上し出す浮気相手。本当に、夫とお似合いだ。その後も、私に、ブス、デブ、クソ女、慰謝料請求を撤回しないと、お前の会社に全てを言うぞ。お前の家に乗り込んでやる。などなど叫び続ける。浮気相手は、罵詈雑言を吐き脅せば、私が慰謝料請求を撤回するとでも思っているのだろう。そんなおバカな浮気相手に、私は丁寧に教えてあげた。今のすべて、録音させていただきましたよ。これも警察に出せば、恐喝になりますよ。慰謝料請求額では足りなかったんですか？もっと請求しましょうか。そんな、何やってんだよ、クソ女！だから、これも全部録音されてますって。大丈夫ですか？私ら正論すぎて言い返す言葉もないようだ。それから数秒が経つと、しくしくと
泣いているような音が聞こえた。は？泣いてるの？怒ったり泣いたり、本当に情緒不安定な女だ。不倫されて、不倫相手から連絡が来て、怒鳴られている私が一番、情緒がおかしくなりそうなのだが。そこまでしなくてもいいじゃないですか。だって、幸せになりたかっただけなのに。というか、本当に敏夫と結婚して幸せになれると思ったんですか？無職だし、嫁もいるし、モラハラなのに。無職？どうやら、夫が会社を辞めたことを知らなかったらしい。実は、同じ会社で仕事をしていた二人だったが、ミサの方は、夫と恋仲になってからすぐに、仕事を辞めていたらしい。結婚して、専業主婦になりたかったのだとか。そんな、そしたら私は、無職の既婚者と一緒になるために、慰謝料請求されてるってこと？ごもっとも。そんなと、泣き叫んだ。こんな奴の相手はもう捨てられないと、ブチッと電話を切り、すぐに弁護士に今日の電話内容を聞かせた。最終的に私に泣きついてきた浮気相手を弁護士が黙らせることとなり、浮気相手はきちんと慰謝料を支払った。こうして、私と夫は離婚が成立し、双方から慰謝料も受け取ることができた。その後の話だが、浮気相手は元夫に退職していることをなぜ言わなかったんだと詰め寄り、その頃から喧嘩が絶え、元夫と浮気相手は喧嘩別れしたそうだ。私はというと、モラハラ夫と別れたことで、今は解放感に溢れており、心機一転、新しい生活をスタートさせようと張り切っているところだ。義母とは未だに連絡を取っている。最近は義母と一緒に私もキックボクシングを始めた。汗をかくことは気持ちがいいし、いい運動になっている。ななこ、おかずがたくさんあるんだけど、いるか？てか食べな。あんた細すぎるんだから、いっぱい食べなさい。と、義母は相変わらず口が悪いが、ご飯を作ってきてくれたり、体を気遣ってくれたりと、実は私を心配しているのだと知っている。今は程よい距離感で、本当な母のように接してくれていることが嬉しい。これからは私らしく、幸せに生きていこうと思う。